こんにちは。わびチャンネルナビゲーターの森前です。さて今日は盆栽の手入れです。ご覧ください。この太い黒松、旺盛な健康な姿を保っていますが、見るように葉っぱ新芽がどんどん伸びています。この6月の時期はこの伸びた新芽を一度芽切りという作業で切り戻して、単葉法と言われる短い葉っぱに直す作業があります。戦前はこれがなかったのですが、戦後この単葉法が盛んになって、ほとんどの盆栽は単葉法をかけて黒松赤松を楽しむようになりました。ただここで一つ単葉法をかける時に注意があります。だいたい普通松類というのは肥料は春先は少なめですが、黒松赤松を単葉法をかける時には春遅くても3月の初めくらいから肥料をたっぷりと与えて、水も多めにあげる。それによって木の力をたっぷりつけないと切った後に吹き上げてこないわけです。そこをちゃんとやってからじゃないと、ただ単に芽を切るという作業をすると逆に芽吹きが悪くなったり、枝々のバランスが悪くなります。このように全体に力がついている状態になってこその単葉法であるということをご理解ください。これを切ること、切っただけではいけません。そこから古い葉っぱを透かして芽の方にしっかりと力がいくようにする。それが単葉法の手入れ作業になります。右手をご覧になると、すでにもうその葉透かしも終えた状態になっています。とても寂しく見えますが、今この状態から小さい芽が吹き上げてきます。これが難しいのは、ちょうど今梅雨入りですが、この梅雨が空梅雨になって晴れが続くと芽吹きがかえって悪くなってしまいます。もし晴れが続くような日があれば、切り込んだ後少なくても葉水をよくかけるような日々を送ってあげると芽吹きが保てます。ただ単に切るだけではなく、肥料をあげる、水を多くする、そしてこの初夏を迎える。そこで切る、古葉を取る。その後晴れが続く日は葉水をよくかけて芽吹きを促してあげる。ここまでが単葉法、単葉法の作業で、最終的にはたくさん出た芽を芽かきという作業によって芽を揃えるというところまでやる。大変面倒ではあるんですが、美しくするとても大切な秘訣になります。それでは作業をご覧入れます。この木のように上から下まで旺盛な力が均等になっている場合は、芽切り作業にも大きな問題はありません。ただし稀には中側の芽が弱かったり、ちょっと枝々が芽の伸びが悪いもの、そういうものは単葉法はいっぺんにやると芽吹きが揃いません。今回は俗に言う一発切りという切り方のものをお伝えします。それは新芽すべての大きい芽を取り払うことです。新芽の元の葉のところで全てを取り払ってしまいます。かわいそうだなと思うでしょうけど、これをすることで新しい芽が吹き上がってくるんです。だからこそ春先の力がしっかりついていないとこれができません。ですから芽伸びの悪い黒松赤松はあえてその年やらないことも大切なんです。芽をこうやって全部取る作業というのはさして難しいものではありません。大切なのはその後古い葉を少し揃えて減らす、その作業が必要です。ご覧いただけますか。まずもうここだけで新芽の先が残っていません。ここの元から吹き上がってきます。その時に古い葉っぱが多すぎるところは少し葉数を取ってあげる。それが大切です。
特に去年の葉などついているとそこに力がいって新しい芽が吹き上がりません。芽切りをした後はその周りの葉をきれいに取ってあげる、この作業がとても大切になります。ご覧ください。こちらの黒松はすでにもう芽切り、そして葉透かし、これを全て終わらせています。新芽を取り、元葉の残ったところを3芽4芽だけを残す、この形でもう一度時間を置きます。それによってこの間の先に小さな芽がたくさん吹いていきます。その吹き上げを待つわけです。そこからその芽が多すぎるのを2芽2芽だけ残してピンセットで取ってしまう。それによって単葉法が完成します。例えば赤松なども同じで、新芽を取り葉を透かしという作業をやります。ただしここでもう一つ皆さんに注意があるのは、大型の国風天級のサイズ80センチ1メートルという盆栽、50センチ60センチという中型盆栽、それと15センチ20センチという小品盆栽、これによってやる時期が微妙に違います。簡単に言えば大型盆栽は水のあげに時間がかかります。木が古いということです。枝先へ届くのに時間がかかるのでやや早めな時期、そうですね、関東地方で言えばその年々で違いますが5月末から6月10日ぐらいが大型盆栽のベストの時です。で中型サイズ、今やっているこの赤松などは今度は6月の10日から20日ぐらい、そして小品盆栽などは吹き上げが早いので6月の20日過ぎにやらないと、あまり早いとまた同じように芽が大きく伸びてしまうというのがあります。大中小微妙に違います。特に最近の気候の温暖化、灼熱の埼玉県ですから、赤松などはなるべく早めにやって葉が目止まりしないように5月末ぐらいから始まることがベストです。芽切りの時に先ほども言ったように芽を切った後残された葉数、それがたくさんありすぎると芽の方へ吹きがよくありません。そのために芽切りをした後この古葉の葉数を減らすという作業はとても大事な作業です。何枚かだけ残っていれば大丈夫です。下に葉が多く去年葉今年葉でもそれがいっぱいついているのはよくありません。わずか数枚を残すという形が一番正しい手入れ方法になります。この作業は芽切りの一貫した作業でとても大切なものです。これぐらいで十分です。今回は黒松赤松の芽切りをご紹介しました。とても繊細で皆さんがいつも悩む芽切り、少しは参考になったでしょうか。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。